ダダーン N 子だよ。グレートプリテンダーがやばいんです。この間全話見終わったんですけど、もう騙されまくりで怒涛の展開の嵐。1話から引き込まれ具合が尋常じゃないんです。果たして騙されないで見れる人がいるのかって思います。とんでもない作品に出会っちゃいました。私は今グレートプリテンダーについて語りたくてしょうがありません。ここで動画を一時停止してもいいので、ひとまず1話だけ見てからこの動画を見てください。今日はグレートプリテンダーの紹介と私の推しポイントをお話ししようと思います。それではレッツプリテンダー。まずはあらすじを紹介します。日本一の天才詐欺師と自称する主人公枝村誠。小さな詐欺を働いていた枝村はある日、マフィアすらも手玉に取るコンフィデンスマンのローランに騙されたのをきっかけに、世界を股にかけたコンゲームに巻き込まれていきます。ローランが仕掛ける壮大なスケールのコンゲームの中で枝村は果たしてどうなっていくのか。あらすじだけでもすっごく面白そうですよね。見ていただいた方はもう分かってると思うんですが、1話から騙されまくりで先の展開が全然読めません。キャラクターデザインはエヴァンゲリオンのデザインでもおなじみの貞本義行さん。脚本はドラマコンフィデンスマン JP やリーガルハイなど話題作の脚本を手掛けた小沢亮太さん。そして監督はほおずきの冷徹91 days で監督を務めた冠城宏さん。制作は進撃の巨人シーズン1から3や鋼鉄城のカバネリなどを手掛けたウィットスタジオ。本当に制作陣が豪華すぎます。実写とアニメのジャンルを超えた日本の一流クリエイターたちが集まった作品となっています。ここからは1話の感想と私の推しポイントを話していきます。とにかくてんこ盛りな1話。テンポ感がすごく良くてすぐに話にのめり込んじゃいます。それに1話目からアクションシーンも満載で見応え抜群なんです。走ってるシーンがコミカルだったり、警察やマフィアから逃げるシーンの疾走感がまたすごいんです。アニメっぽくない脚本に魅了されました。このすごい脚本と音楽の独特さと鮮やかな色合いのマリアージュ感がすごくいいなって思いました。1話を見た感想なんですけど、まず最初の枝村がハリウッドサインに吊るされているシーンから引き込まれました。これから一体どういう話になるのか、どういう経緯でハリウッドサインに吊るされているのかがすっごく気になりました。またエンディングテーマもフレディ・マーキュリーさんのザ・グレート・プリテンダーを持ってくるセンスがすごくおしゃれだなって思いました。しかもオマージュが最高におしゃれなんです。カット割りも意識しているそうで、猫たちの登場の仕方もすごく可愛くて癒されます。またおすすめポイントとしてお話ししておきたいのが音楽です。ジャズのオープニングの始まり方や海外風の音楽がすごくおしゃれで素敵だなって思いました。このオープニングを担当されているのが東京グールの音楽でも知られる山田豊さんなんです。そして何よりも欠かせないのが、とにかく騙し合いの応酬がすごいんです。浄水器を購入したおばあちゃんは実はその家に住んでいなかったり、枝村とコンビを組んでいた工藤のおっちゃんも実はローランとグルだったりと、その全てを計画していたローランの手口に何よりも驚きました。本作の主人公枝豆こと枝村誠について話していきます。枝村はまずその応援したくなってしまうキャラクター性が魅力的だなって思いました。詐欺師なのに優しい青年って感じもしますし、どこか憎めない感じがあります。そして視聴者を予想外の方法で騙してきそうだなって思いました。人情深いちぐはぐなキャラクター性がまた魅力的なんですよね。次に英語の訛りについてですが、
方言がとにかく可愛いんですよね。1話目の途中から標準語の日本語からなまった日本語に話し方がガラッと変わるんですけど、設定が日本人である枝豆が英語をしゃべると自然とちょっと訛りが出てしまうので、その訛りのニュアンスを日本語の訛りで演出しているんですよね。日本語でも同じように方言が可愛かったり魅力的に感じるのは世界共通なのかなって思いました。声優さんについてもちょっとお話ししようと思います。枝村誠役を演じる声優の小林千秋さんは第15回声優アワード新人男優賞を受賞してます。この難しいキャラクターを見事に演じている小林千秋さんの今後の活躍がすごく楽しみです。続いてのキャラクターはローラン。紳士なのに騙す姿がかっこいいんですよね。また服装がフォーマルだったりラフだったりするイケメン紳士なので、ぜひ注目して見ていただきたいキャラクターです。そしてローランの英語についてなんですけど、英語部分は声優さんの諏訪部さんではなくて英語ネイティブの声優さんが担当されているのですが、アニメエキスポ2019で上映された世界初公開映像はなんと諏訪部さん自身が声を当てていたみたいです。声優陣もすごい豪華で、期待の新人とベテラン声優のバディものとして見てもとても楽しめる作品になっています。グレートプリテンダーの魅力は語り尽くせないですね。こんなにもスタッフが豪華で次が早く見たくなるアニメはなかなかないと思います。まさに騙されたと思って見てほしいです。私はこれから2週目に入ります。グレートプリテンダーはネットフリックスで独占配信中なのでチェックしてみてください。またねー。